皆様おはようございます。木漏れ日です。4日目は友達と一緒に美術館へと向かいます。今日も自転車のマリオカートが繰り広げられてるわ。ライクスはオランダ語で王国のものという意味があります。この美術館はオランダの美術を代表する場所の一つだと感じました。朝一やからゆっくり見て回れそう。入ってすぐに素敵なステンドグラス。床にも絵が描かれてる。この生き物が四方を守ってんのかな。日本でいう詩人的な。海外の人が日本の着物に憧れるように、西洋のこういうフリルやレースたっぷりなファッションに惹かれる。シンプルな黒と難点の組み合わせが素敵。この絵がよーく見るとおもろくて、この女の子逃げ足が速いところが自分とそっくりで笑った。ジャパン京都って書いてある。立派な漆塗りのタンス。源氏物語の一幕が描かれているそう。鎖国の時に貿易していたヨーロッパの国はオランダだけやもんな。アジアの歴史あるものがオランダに残っているのも納得。こちらはピアノではなくチェンバロだそうです。1627年製であの有名なフェルメールの絵にも登場する楽器らしい。貴族社会のワンシーンかな。当時の暮らしが垣間見えるのも興味深い。糸で織り上げられたタペストリー。繊細で思わず見入ってしまった。すごい地図。足の部分にまで彫刻がついてる。もともとラピスラズリで表現されていた青い海も時間とともに変化してしまったそうです。アダムとイブが禁断の果実を口にする場面を描いた作品。よく見るとイブに知恵の実を渡す女性の下半身は蛇の姿になっています。みんな見事なドヤ顔ですな。多分この真ん中の人が一番優しい。理由、犬が懐いてるから。これは動物の森に出てくるすごい名画や。その隣でオリジナルの修復作業が行われていました。汚れを取り除いたり色を分析したりと、かなり繊細で慎重な作業みたい。牛乳を注ぐ女や。隣には見どころが紹介された説明書もありました。よく見ると壁のシミから帽子のシワまで丁寧に描かれてる。この壁ほんまにすごい。ところどころに釘が打たれてる。足元のこれは湯たんぽらしい。ちょっと肉球に見えた。
見れば見るほど発見があって美術の奥深さを感じた。オランダの絵は動物が描かれているものが多い気がした。かわいいなあ。ゴッホの絵もあったので、ゴッホ美術館のチケットが取れなかったらここに来るのがいいかも。すごい、2階から図書館全体が見渡せるようになってる。オランダ最大かつ最古の図書館だそう。この空間にいるだけで癒される。これって長崎の出島？江戸時代の日本とオランダの関係性が垣間見えて嬉しくなった。ライクスミュージアム、見応えあったわ。芸術はもちろん歴史好きにもおすすめの美術館です。ショップも品揃え豊富で可愛かった。ここのミッフィーはほとんど牛乳を注ぐ女やった。美術館の後はのんびり街歩き。絵になるなあ。ガイドブックにも載ってるショップを発見。ルームフレグランスやアクセサリーまでいろいろ売ってるみたい。ヴィンテージのアクセサリーもあるみたい。アクセサリーも素敵やけど、やっぱり手の届く値段のが気になる。なぜか不思議の国のアリスモチーフの雑貨が多かった。心ときめくかわいいショップでした。お店を出て京都の錦市場的なところに来た。さて、オランダの台所はどんな感じかな？山盛りフルーツ。ニシンが有名なお店にやってきました。ニシンの塩漬けが絶品らしい。こんな感じで丸かじりするのがオランダ流。見てるだけでお腹空いてきた。お魚天国。ニシンサンドをオーダー。美味しそう。いただきます。過去一美味しいニシンやった。しょっぱいものの後は甘いものってことで探し中。チョコレートも美味しそうやな。オランダ名物ストロープワッフル。特にこのお店が人気みたいで行列やった。
焼きたてめっちゃ美味しそう。いただきます。焼きたてのサクサク感と甘さが最高やった。お腹も満たされた後はフラワーマーケットへ。お花屋さんってよりは植物園みたい。オランダといえばチューリップ、持って帰れへんのが残念。久しぶりにお花育ててみようかなと思った。目指せ動物の森のようなスローライフ。木靴も売ってた。ザンセスカンスまで行く時間ないって人はここで買うのがおすすめ。とっても癒される素敵なお店でした。お昼の運河を眺めるのも今日が最後。クルーズは次に来た時の楽しみにとっておく。散歩中に可愛いお店を発見。編集中に2日前に駅前で入ったお店の姉妹店やったことに気づいた。つい何度も入ってしまうくらい可愛いものばっかり。チャット GPT 先生と相談して今回は見送り。稼いでからまた買いに来ようっと。通るたびに気になってたチーズのお店へ。初めて見る種類ばっかり。美味しそう。店内も黄色で統一されててチーズの家みたいやったん。アニメに出てきそうなチーズも。オリーブもいろんな種類があった。ワインとチーズ好きにはたまらないお店ですね。日本と書かれたチーズは桜風味らしい。見ているだけでも楽しいお店でした。カフェでのんびり休憩タイム。これがオランダのパンケーキらしい。甘党にはもってこいのお味でした。個人的にストロープワッフルよりもこっちの方が好きやった。今日はほんまによう食べたわ。気分はこの小豚のよう。ということでまだまだ食べる。友達はオランダ料理をオーダー。ボリューミーで美味しそう。私はチキンカツをオーダー。日本のとんかつ定食を思い出す。オランダはポテトがお米の役割やね。いただきます。店内は日本人のお客さんでにぎわっていました。美味しくておすすめです。最後にバーへとやってきました。すごい種類のお酒。カクテルの名前が映画のタイトルになってて面白かった。オースティン・パワーズからスター・ウォーズまであるねん。ノンアルも作ってくれるのが嬉しい。このゾンビのカクテルがやばかったんです。も
燃えてる。炎上している横で可愛らしいノンアルを楽しむ。窓からはあのレッドライト地区が見えました。楽しい時間はあっという間。明日はチェコへ移動なので大急ぎで洗濯とパッキング。無事にたどり着けますように。それでは次回プラハでお会いしましょう。バイバイ。